神宮皇后、中愛天皇の皇后であり、夫の死後に政権を担い、海を越えて三冠を従えたとされる伝説の女性である。だが、この物語には見過ごせない違和感がある。それは、なぜこの時代に、そんなことが可能だったのか。ここに、古代日本最大級の謎が隠されている。時代は4世紀前後とされる。この頃の大和政権は、ようやく各地豪族を束ね始めた段階だったと考えられている。大和武の熊曽征伐や東国遠征も、裏を返せば、それほど国内統一が進んでいなかった証でもある。つまり、国内すら完全にはまとまりきっていない国が、なぜ突然、海の向こうへ兵を出せたのか。まずここに違和感がある。さらに、海を渡るには船が必要である。当時のあの国に、兵と物資を乗せ、対馬海峡を越え、継続して遠征できるほどの船団が、本当に存在していたのか。もし存在したなら、その技術はどこから来たのか。ここで浮かぶのが、渡来人の存在である。この時代の朝鮮半島では、百済、新羅、高句麗、三国が争い、南部には茅諸国もあった。戦乱の中で、技術者、航海民、鍛冶職人、外交人材、亡命貴族、こうした人々が倭の国へ流入した可能性は高い。もしそうなら、急な造船技術の向上も、半島情勢への関与も説明がつく。つまり三冠征伐とは、倭の国が突然海洋国家となって征服に乗り出した話ではなく、半島の争いに倭の国が巻き込まれた、あるいは協力を求められた話だったのかもしれない。しかし、神宮皇后神話最大の違和感は、まだ別にある。それは、なぜ神宮皇后だけ、妙に現実的なのか。北九州には今も、甲ヶ崎、穂柱山、岡田宮、皇后杉など、神宮皇后にまつわる地名や伝承が数多く残る。一方で、神武天皇の梼原宮の場所、邪馬台国の所在地、天孫降臨の地ですら、今なお論争が続いている。なのに神宮皇后だけは、なぜか具体的な場所が異様に多い。これは偶然とは思えない。おそらく神宮皇后とは、実在した女性統治者の記憶に、後世の政治的意図が重ねられた存在だった。北九州に残る現地の記憶、半島との交流の痕跡、女性が政権を支えた時代の記憶、それらが後に神の加護を受け、海を越えた皇后として語り直されたのではないか。そしてこの物語が記されたのは8世紀、古事記や日本書紀が編纂された時代である。この頃の日本には推古天皇、持統天皇といった女性統治者が実際に存在していた。つまり神宮皇后とは遠い過去の女傑として描かれながら、同時に8世紀の人々へ女性が国家を導くことに前例があると示す存在でもあったのかもしれない。神宮皇后は本当に海を越えたのか、それとも北九州に残る現実の記憶と王権の政治的意図によって生まれた存在なのか。神話とは嘘ではない、語る時代に必要とされた真実である。そして神宮皇后神話が語る真実は4世紀ではなく8世紀の日本だったのかもしれない。